いすー、イモナレフです。今回もヒロアカウルトラランブルやっていくよ。今回の動画はうららかお茶子、チームアップはデク君と飯田君の仲良しトリオだよ。デク君、後ろは任せて。心強いや。お茶子は無重力による機動力や範囲攻撃で翻弄する近距離高機動キャラ。オープンベータテストでのロールはテクニカルだったのだけど、そのキャラ性能から正式サービスではラピッドに変更されることが予告されているよ。このキャラの最大の特徴は自分または味方を無重力状態にして動きを軽くすることができるゼログラビティ。無重力状態と特定の個性技を組み合わせることで機動力が大幅に向上し、使い方次第で相手を翻弄することが可能。個性技アルファはワイヤーを射出して中距離を攻撃、空中で壁に当てると引っ掛けて空中起動が行える星座線ワイヤー。無重力状態で空中起動を行うと、力が大きく働いて長距離の移動ができるお茶子の立ち回りの要となる技。個性技ベータは瓦礫をぶん回しながら突進して相手をかっ飛ばす水星ホームラン。お茶子の主力技であり無重力とワイヤーで相手に一気に接近してこの技で近距離戦を仕掛けるのが基本となる。説明文では回転中の移動はゆっくりとあるが通常の移動よりは速く、ゲージがある限り回転し続けられるので相手を捉えやすい。この動画ではちょいちょいレベル配分をミスっているが優先的にレベルを上げて運用したい。個性技ガンマはボタン長押しでガイドを表示し、離すと範囲内を浮かせて攻撃と足止めを行う星雲スペース。追加入力を行うと浮かせた物体を落として範囲内にさらにダメージを与えることができる。動き回る相手に当てるのは難しいがお茶子の個性技では最も遠くへ攻撃できるので、距離が離れた相手への不意打ちで使うと効果的。そして通常攻撃は踏み込みと3段目の硬直がややなんだが威力は高め。上下左右問わず高い機動力で相手を翻弄しながら一気に距離を詰め、ガンガン接近戦を仕掛けていきたい。さて開幕で食わしたチームとの戦いにようやく蹴りがついた。轟くんにはギブアップされてフィニッシュで回復ができなかったがまあよしとしよう。さて早いところアイテム集めに切り替えて次の戦いに備えていこう。さて主力の個性技のレベルを結構上げることができたな。おっとトガちゃんと鉢合わせした。トガちゃんのナイフ投げ連射はまともに食らうとかなり痛いので相手が狙いをつける前に車線を切ろう。そして一気に接近してベータ技でかっ飛ばす。おっとプルスケイオス状態になったので一旦距離を取るとするか。しかしプルスケイオスゲージは味方がやられると溜まりやすいので、現段階で使ってくるということはトガちゃんはフルメンバーではないな。味方が別チームと遭遇したので壁をぶっ壊して援護に入ろう。確認できるキャラはダビとマウントレディか。ベータ技は当てやすい反面3ヒットで相手を吹っ飛ばしてしまうため、ゲージを無駄遣いしないようにヒット&アウェイで使っていこう。接近前に範囲技を置いて迎撃された。このマウントレディって怖いな。しかしシールドはスッペがしたのでこのままガンガン攻めていこう。こっちでもプルスウルトラか。シールドがないまま戦うのは不利なのでこういう時は一時撤退に限る。機動力が高いキャラは緊急時においても即時離脱ができるのでそういった面でも強い。さあ回復したらすぐさま味方のところに戻ろう。ピンチになったマウントレディが巨大化を使用して暴れ回っている可能性が高い。やっぱり。しかしダビの方は隠れてやり過ごそうとしているな。主に移動に使うアルファ技だがこういったオートエイムで隠れた相手を攻撃する際にも役に立つ。そして暴れていたマウントレディも巨大化の限界時間のようだ。相手はもう手札を使い果たした形になるので今度はしっかり蹴りをつけよう。高機動キャラのお茶子と飯田くんから通常のキャラで逃げる術はない。よし先回りしていた飯田くんがマウントレディをダウン。シールドがなくなっていたダビもデク君がダウンを取ってくれて撃破だ。さて戦果はそれほどでもないが被害はさほど大きくないし周囲の安全確保もできた。このまま後半戦と行こう。残りチームは4、そして人数表示が消えているので10人以下。とりあえずドームの外周部に他のチームがいる気配はないかな。後半はこのドームの内部で決戦になりそうだ。まずは機動力を活かしてドームの屋根上から他のチームがいないか偵察をしよう。早速内部のビル上にトガちゃん発見。見たところ単独っぽいが警戒するべきはチームで行動している敵だな。屋根上からミスターコンプレスが攻撃している。ここは単独っぽいトガちゃんよりも有利ポジションのチームを確認して奇襲を狙っていきたい。確認できるのはコンプレスと轟くんか。ここはとにかく突っ込んで2人まとめてかっ飛ばすに限る。そして3ヒットして相手が無敵状態になったら離脱。と見せかけて再度戻って攻撃を継続だ。
よしコンプレスはこちらを見失っている。ワイヤーで奇襲からのベータ技で追撃、と思ったら高低差で当たってないな。ベータ技は平地では当てやすいものの上下の判定はそんなに強くなく、水平に移動するため高低差がある地形ではどうも当たりにくい。しかし先制でダメージは与えたのでこのまま追撃をしよう。さっきの轟くんもいるな。轟くんは単発火力の高い近距離範囲技を持っているので兵所での殴り合いはこちらが不利か。ならば道路に出て、またプルスケイオスだ。このままではまずい、ここは味方に任せて回復だ。危ない危ない、本当追い詰めたからといって油断のできないゲームだ。こういったドームは屋根上や内部の建物の上、隙間や内部といった潜めるポイントが無数に存在する。そのせいで残りのプレイヤーの位置や数が把握しづらく攻めるタイミングや相手を見極めづらい。今のところ確認できるのは単独っぽいトガちゃんと轟くんコンプレスのチーム。残りのチーム数は4なのでまだどこかに姿の見えない1チームが潜んでいる。現状はとにかく動き回りながら索敵剣攻撃を継続し、残りのプレイヤーにダメージを与えていくことを考えよう。さっきも思ったがこの轟くん強いな。馬鹿正直に正面から突っ込んでいる私の動きも良くないがそれにしても個性技のチョイスが絶妙だ。とにかく攻撃に失敗したらすぐさま退避して回復だ。と思ったら他の気配もするな。ここはまずいか。もう少し回復中に狙われなさそうなポイントを探して確実に回復しよう。こんなところにミスターコンプレス。しかしさっき見かけたのとはコスチュームが違うぞ。そしてあれはここまで見かけなかった敵の飯田くん。さらにダビの攻撃も見えるぞ。ここに来て最後はフルメンバーの登場か。とにかくヒット&アウェイを心がけ最後のチームも消耗を狙っていこう。さてここに来てフルメンバーが出てきたが先制攻撃は決まったのでこのままガンガン戦うのみ。それにフルメンバーのコンプレスは主力技のレベルアップができていないことがドラム缶を投げていたことからわかるので万全の状態ではない。敵の飯田くんやダビも同様に万全ではない可能性が高いので、撹乱して陣形を崩せばどんどん不利な状況に追い込める。よしこちらに有利な狭いところに逃げ込んでくれたな。おっとダウンしたダビが隠れていたのか。飯田くんの救助スキルでおぶって逃げられるところだったがガンマ技の範囲攻撃で阻止成功。ミスターコンプレスも味方が倒してくれたらしい。ここまででチーム数も一つ減っているし戦闘の気配もだいぶ減ってきているのでもう一息だ。ここまでずっと粘ってきたトガちゃんにもそろそろとどめを刺したいところだ。地形のせいでなかなか捉えられないが味方との連携プレイで一気に追い詰めよう。よしもうエリア内には戻らせん。別方向から回り込もうとしてもエリア際で回転しながらで待ちだ。よしあそこでダウンしたならばもうエリア内に戻るのは不可能だ。さあもう残るは敵の飯田くんただ一人のはず。3人がかりで一気に攻めて終わらせるぞ。なんじゃあ最後の一人になった敵の飯田くんが遥か上空に逃げていってしまったぞ。近距離死体のお茶子じゃ。というかあれは同じキャラでないと捕まえるのは無理だ。しかしまあエリアの縮小も最終段階なので時期に安全エリアは完全になくなる。諦めるな。勝負はこれからだ。みんなここで大丈夫。なるほどそういう作戦か。しかし回復などさせん。よし今度こそ相手にもう打つ手はない。私や味方の飯田くんより先にダウンした時点でこちらの勝ちが確定する。時間いっぱい互いに視力を尽くした戦いであった。最後に勝つのはヒーローってな。よろしく頑張れって感じ。よろしく頑張れって感じ。頑張れって感じ。頑張れって感じ。というわけでうららかおちゃこでした。無重力を駆使して空中を飛び回り相手を翻弄する近距離高機動キャラ。機動力の高さは攻防ともに有利な立ち回りを可能とするのでやっぱり強い。他にも地点指定型の範囲攻撃であるガンマ技も使いこなせばさらにトリッキーな戦い方が可能だよ。それではご視聴ありがとうございました。